今回は円の切り抜きについて取り上げてみたいと思います。それでは今回は円の切り抜きということなんですけれども、サークルカッターを使って円を切り抜くときに、自分もそうなんですが苦手意識を持っている方が多くいらっしゃるんじゃないかと思って、オルファの回転マットですね、カッターマットが二重になっていて、上のマットの部分を回転させることができるものになってるんですけれども、こちらを使うとサークルカッターでの切り抜きがとても楽になりましたので、そちらをご紹介したいと思います。今回使用していくのはオルファのラチェットコンパスカッターという、サークルカッターですよね。以前は他のものを使っていたんですけれども、半径をパーツに合わせて、長さを取ってちゃんと締めた時に、以前使っていたものは微妙に半径が内側にずれてしまうことがありまして、正確に半径を取るのがめんどくさい製品だったんですね。今回のこのオルファに関しては、多少は動くんですけれども、ネジを締めてから上下にこの黄色い部分が動くところは見受けられるんですが、刃の部分を上側に上げてしまえば固定されて動かないので、その状態で半径を取ればネジを締めても動くことがないので、以前のものよりは使いやすいですね。切っている感覚は特にずれることもないので、少しコツはいるんですけれども使いやすい製品だと思います。切り方については1周目ですね。こちらは深く切るんではなくて、表面をなぞるぐらいで切り筋をつけるだけのような感覚で刃を入れて一周まずさせます。そうしておけば、その後の深く切っていくときにずれることがとても少ないと思います。私の場合は7時から11時ぐらいの方向ですね。この辺りで常に切るようにするのがとてもやりやすいので、ズレが少ないと思うので、常に下のマットを回転させながら7時から11時のところで切っていくっていうように、しています。2週目以降もなんですけれども、一気に切ろうとしないで少しずつ刃を入れていくっていうのが綺麗にカットするコツかなと思いますね。先ほど切り抜いたパーツの内側ですね、こちらも切り抜く指示があるので、そちらをカットしていくんですけれども、やっぱりこの時に中心の針ですね、こちらを刺す場所ですね、正確に中心に差し込むっていうのが円を切り抜く上では一番大切かなと思いますね。ここがずれてしまっていると、切り抜く円はおそらくほぼ正円が抜けるんでしょうけど、どっちかにずれてしまいますので、最初に針を差し込む時はとても神経を使いますね。カッターとパーツを動かすことなくマットが回転できるっていうのはとてもやりやすいですよね。一旦パーツとカッターが離れてしまうと、そこでずれてしまう可能性が高くなるので、全部手で切り抜くんですけれども、この複数あるパーツを全て工業製品のように同じように切り抜くっていうのがペーパークラフトを行う上でとても大切なことだと思うので、カッターマットはとても使いやすいですよね。円を切り抜くときにはあった方が、とてもうまくいくと思います。今回のこの回転マットとラチェットコンパス
カッターですね。こちらは概要欄の方にリンクを載せておきますので、ぜひ見てみていただければと思います。それでは今回は円の切り抜きということで、オルファの回転マットとコンパスカッターですね、こちらをご紹介してきました。円の切り抜きはとても難しいと思うので、精度が高くて使いやすい道具に頼るっていうのがとても大事なんじゃないかなと思いますので、もし気になる方は使ってみていただければと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。